子供向けとは思えなかった展開。平成たぬき合戦ポンポコ。モブタヌキが宝船に乗ってワイワイと楽しそうにしてるのに陸にいるタヌキが泣いている理由がわからなかった。大人になって見返すと化けることもできないタヌキたちが楽園に向かう集団自殺と理解してうわーとなった。エピソード0で明かされたガンコちゃんの世界設定がゾッとした。砂漠の中にあるざわざわ森が舞台の NHK 子供向け番組だけど、実はその砂漠の砂は全てそこに昔暮らしていた人間が砂化したものだったってやつ。これほんま怖かった。大晦日にやる子供番組じゃないだろ。これはハッチポッチステーション。でも子供の頃見てても何の違和感も疑問もなかったんだ。少し前に E テレタイムマシンでハッチポッチステーションやっててものすごく面白かったわ。大人になってから見返したい名作品。数多くの子供に勉強机の引き出しへのトラウマを植え付けた目で言うさ。メドゥーサは時空間兵器で追いかけてくるのほんま怖かった。反則だろお前。追いかけてくるのはもちろん怖いけど子供として本当に怖かったのは自分の部屋にあれが現れたってとこだった。小学生俺、よくわからんが気まずい。大人俺、これ子供の時に見たよな。あかんやろ。これ、子供わかんないだろ。ポケモンで林原さんが演じたキャラ風になった武蔵が出たやつか。まさかパプリカを、しかもここまででかく扱うとはと驚いたもんだ。ガチ怖くて大泣きした。ジュビロにすらトラウマを植え付けたいたちだ。面構えが違う。呪い様セルガの色味も相まって怖いねん。ハム太郎だと思ってみたらトラウマなったわ。サムガリアのサンタと同じ人だったから気軽に手に取って読み出したら怖すぎて吐いた。無知な二人がどんどん犯されていく姿が怖すぎた。子供向けって感じでもないんだよな。確か映画のスノーマンの同時上映だったような。何の知識もなく見てダメージ食らった記憶。軽い気持ちで調べたら気分悪くなってきた。劇場版ドラえもんって割と怖いのあるよね。日本誕生の神隠しの説明のあたりは飛ばすぐらい苦手だった。ワンピ映画のお祭り男爵と秘密の島。親兄弟と一緒に映画館に見に行って泣いて途中で帰った。まだファミリー向け路線の強かった当時のワンピ映画で大人もビビるレベルのホラーはダメでしょう。あれはポスターで騙してたのがだいぶ悪質極まりないと思う。昔は全く気にならないで見てたお邪魔女ドレミ。少し前に見返してたら愛子ちゃんの家庭環境周りが子供向けとは思えなかった。親の離婚に介護問題までかぶさってたからな。前見た回では黒人差別を取り扱っててギョッとした。クライマックスはクソ笑えるけど前編トータルではかなり怖い映画。ヘンダーランドの父ちゃんと母ちゃんが人形にされてたところ。がっつり恐怖が蘇ったぞ。これ人形の動きも怖いんだよな。子供の頃からクレシンに限らず知らぬ間に日常が侵食されてる系ほんと苦手。これは子供向けかわからんけど、イデオンの非戦闘員の幼い少女の顔が、のシーン。これだな。イデオンの映画版って子供が見に行ったりはしたんだろうか。島次郎のラムリンが引っ越しする展開かな。あそこまで盤石なレギュラーメンバーから永久離脱やるとは思わなかった。世間の多様性に合わせた大人の事情とかだっけ。その後加入したニャッキーはお父さんが単身赴任なんだよね。油断してると突然ぶっこんでくる花かっぱ。弟が欲しいと願った花かっぱにひょうたんが咲く。名前をつけて可愛がるも水で増殖し山彦村は大混乱。村にいられなくなり新天地を求めて旅立って物語が終わりかと思いきや、花かっぱがいなくなり地上には謎の物体が残されていた。ってやつ。花かっぱって定期的にそういうネタ来るね。もはやこれは子供向けではないのかもしれないが、宇宙刑事ギャバンで敵に洗脳された教師たちが生徒の気配に気づいて振り向いた時の顔。ドラえもん多すぎてもはや大人向けだったのかと錯覚してしまうけど、自分としてはドラえもんのび太のパラレル最有機。カエルとヘビとトカゲが夕食に並び新聞を読んでいるパパの影が化け物になり、ママや出来すぎに角が生え極めつけは先生の変身。多分覚えてる人少ないけどこれ何？コララインとボタンの魔女。やめてくれ。それは私に聞く。赤ずきんちゃちゃ、セラビー先生のヤンデレっぷり。良い先生だと思ってたけど読み返してみると子供向き漫画のキャラとしてはあたおかすぎた。セラビー先生勝ちだからな。ドロシーちゃんが金髪に戻った時婚姻届をどさくさに紛れて書かせようとしたエピソードにドン引きした思い出。それいけアンパンマン。勇気の花が開く時。この映画のバイキンマンは悪役に徹しててすごかった。映画アンパンマンは怖いのが多数あるが勇気の花が開くときはシンプルにバイキンマンの殺意が高すぎて怖かった。アンパンマンの映画はエグい描写多いで。虹のピラミッドは親と一緒じゃないと見れなかった。クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶジャングル。
パラダイスキングとアクション仮面の戦闘シーンで泣いてる大人の気持ちがよくわかるようになってしまった。これはマジで同意。テレビのヒーローは現実では一般人でただの人間だけど、そんな人が自分たちのためにボロボロになりながらも必死に悪と戦ってくれて、現実でも本当にヒーローになるってことなんだよな。これがね、小学2年生の教室の学級文庫にあったんですわ。おにぎりがしばらく食べられなかったですわ。よく見たらとんでもねえタッグでビビる。こんなタッグ学級文庫に置くな。これ俺が小学生の時におかんと一緒に被弾したやつじゃん。おかんが私立図書館で借りてきたんだよ。ずっこけ3人組ぐらいの気持ちで。タッグがタッグだから楽しい読書の時間ではあったけども、楽しいの種類はいつもとだいぶ違ったぞ。すみっこ暮らしの映画が割とガチめのホラーだったな。子供向けにしちゃ随分怖いなと思ったら、後半そこここで幼児がガチ泣きで叫び始めて、あ、やっぱ泣くんだと思ったわ。右も左も怖いでマジで阿鼻共感。ちょっと笑っちゃった。圧倒的にこれ。宇宙刑事シャリバン。魔導に改造されて怪物と化した子供が壁ぶち破って姿を現した時の場面。ウルトラマン太郎のワーゴン。ウルトラマン2人を倒す。怪獣や家畜や人間を捕食するとトラウマだらけだった。特に団地を襲撃して人々を捕食するシーンは子供の時見てすごい怖かったな。アニマルプラネットのこの場面がトラウマ。カタカタ動いて気味悪かった。のび太の宇宙漂流記とかいうトラウマ量産記。自分が今見ている暖かい家は幻想かもしれないと何度怖くなったかわからん。少年誌連載漫画を子供向け作品と定義するなら、デビルマンやハレンチ学園の終盤展開はトラウマものだろう。加トちゃん、ケンちゃんご機嫌テレビのスイカ人間の回。どんどんスイカ人間が増えていって結局何一つ解決しない。スイカ食うのが怖くなった幼少の思い出。なんかキメラみたいな生物が出てくるかいなかったっけ。異常に胴体が長い猫とかヘビみたいになってる猫とか出てくる。今思うと20分程度の地上放送でよくそんなもん作ったな。雪山のホラー界も怖かったな。家の地下に化け物住んでて蛇口から不気味な液体が出てくるのもその番組だっけ。加トちゃん、ケンちゃんは映像をガチで作り込んでたからな。鏡を水面に見せるためにわざわざ人も背景も横倒しにした撮影シーンを見た時はすげえと思ったよ。こう見てると結構子供向けのホラーってあるよな。これなら今度のちいかわも大丈夫だね。にっこり。ちびっこ終わり方でも面白かった。で終わってある程度年取ってから気づくと思う。いろんな種類の子供向けかよという展開を集めてみました。ドラえもんの子という人が多すぎた。ドラえもん恐ろしい子。大人になってから理解できたシーンをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。